ダウ理論が効かない。そう感じたことはないでしょうか。高値安値を切り上げてるから買い、切り下げたから売り。その通りにやっているはずなのになぜか自分が入った時は逆に行く。ダウ理論って結局騙しなんじゃないか。そう思う方もいるかもしれません。でも実はその原因はダウ理論そのものではありません。使っている場所が違うということ。このような現象にあってしまう原因の一つは、レンジの中でダウ理論をトレンド相場的に使っているということにあります。今回の動画では、なぜレンジの中だとダウ理論で負けやすくなるのか、その原因とどうやって防ぐのか3つの対策をお伝えしていきます。ではまずはよくあるダウ理論の失敗例から見ていきたいと思います。こちらに表示しているチャートはドル円の15分足です。ここにスイングハイローを表示しています。このような上昇トレンドが発生していることが確認できます。高値切り上げ、安値切り上げの状態ですね。で、高値切り上げ、安値切り上げの流れが出ているからと、下がったところで押し目買いとすると、そこから逆行していく。で、しばらくすると、今度は高値切り下げ、安値切り下げの流れに転換したので、トレンドが転換したのかもしれないと言って、今度は売りを狙います。すると今度は反発していく。こういうことを何回も経験していると、なぜだろう、何かが間違っているんじゃないかって混乱する方もいるかと思います。ではこれの一体何が問題なのかというところですが、この場面を少しチャートを引きで眺めてみましょう。何か気づくことはありますでしょうか。この部分がレンジ相場になっています。チャートの時間軸をもっと長くすると分かりやすいと思います。1時間足を見てみましょう。するとこのようなレンジ相場になっていることが分かります。この高値のラインとこの安値のラインでのレンジ相場ですね。高値安値切り上げの流れでトレンド相場だと思っていたのは、実はレンジ相場だったというのが今のケース。そしてレンジ相場というのは、このレンジの中を上下に往復するというのが基本の動きです。例えるならエレベーターみたいなものということができます。エレベーターって最上階に到着したら、今度は1階に向かって折り返しますよね。で、また1階まで到達したらお客さんを乗せて上に向かって折り返す。1階と最上階の間を往復しますよね。途中階で止まることがあっても、行ける上限と下限が決まっています。レンジ相場はこれに似ていて、レンジの上限と下限での上下往復が基本です。だからレンジの中をトレンド相場だと思ってそのまま追いかけると、最上階のところから折り返す動きに巻き込まれて反対側に振られやすい。結果として今再現したような現象によく出くわすということなんです。なので、高値切り上げ、安値切り上げの流れを確認して押し目買いという考え方は正しいんです。ただそれを使う場所が違っていたっていうことなんですね。実はダウ理論というのはトレンド相場の特徴をまとめた理論。合に行っては合に従えではないですが、レンジ相場になったらレンジ相場の頭に切り替える必要があります。ということで次は、なぜレンジ相場ではこのような行ったり来たりの現象になりやすいのかっていう点を、こちらの図を使って掘り下げていきたいと思います。ここを理解すると、レンジの時にどう対応すればいいのかすっきりすると思います。でレンジ相場というのはこのように横ばいの動きで推移していて方向感がない状態のことですけれども、基本的にはこの上限のところと下限の間を上下に往復運動しているだけというのが特徴です。ではなぜそういうふうになるのかというところなんですけども、まずレンジ相場というのは買い手勢力と売り手勢力が拮抗している相場です。レンジ相場でも当然取引する人たちというのはいるわけです。そういう人たちはレンジ相場だということを知って取引していますので、レンジの上限のところとか下限の付近になると利益確定が入り始めます。レンジの中を買っている人たちというのは、そろそろレンジの上限近くにまで来たので、一旦手仕舞いをしようと言ってポジションの決済を始めます。買い手の決済というのは売り注文ですから、このあたりで決済が入れば、それは下落圧力になります。一方、レンジの中で売っている人たちも下限近くまで下がってくると同じように利益確定を考え始めます。売り手の決済は買い注文ですから、このレンジの下限付近で決済が入れば、それは上昇圧力になります。ですので、レンジの上限下限付近になってくると、そこから下に上に折り返す動きが出てきやすいということになります。で、先ほどのドル円の例がいい例だと思うんですけども、レンジの上限まで到達してからそこから下に折り返す動きが出ています。で、下側のここのポイントに関しては、まだレンジの下限まで少し幅があるんですけども、これについては動画の後半でお話しするトピックと合わせて補足をしていきます。では次ですね。レンジの中を行ったり来たりしているこの動き。この動きは何なのか。トレンドなのか、それとも何か別の何かなのかというと、これもトレンドなんです。先ほどのドル円のチャートを例にして見ていくと、レンジの下限から反発していく動きに注目すると、高値と安値を切り上げています。つまり上昇トレンドです。またレンジの上限付近から反落していく動きを見ると、このような高値安値切り下げの流れになっています。ここの部分はさらに買い足の5分足で見るとよりわかりやすいかもしれません。
こちらが5分足の様子なんですけれども、5分足だと綺麗にこのような高値安値切り下げの流れが発生しています。つまり下降トレンドです。じゃあレンジとトレンド一体どっちなんだいって思う方もいるかもしれませんが、これは見ている時間軸が違うだけです。先ほど1時間足のチャートで見たように、1時間足という時間軸の中で見れば、ここからここまでの長いスパンで見たときに、こことここの間のレンジ相場。でもその中をさらに短い時間軸での動きで見ると、例えばここからここまでの範囲や、ここからここまでの範囲というのがさらに短い時間軸、例えば15分足とか5分足の単位で、こういうところが上昇トレンドになっていたり、ここが下降トレンドになっていたりする。違いはどの時間軸で相場を見ているのかっていうことなんです。そしてこの異なる時間軸の視点を持つことがとても重要なんですね。なぜかというと、相場では長い時間軸の動きに短い時間軸の動きが影響を受けるのが基本だからです。このチャンネルでも上位足の方向に沿ったトレードが大切ということを繰り返しお伝えしていますけれども、皆さんもですね、5分足や15分足といった短期足の動きが4時間足とか日足の動きに影響を受けるという現象を目にしたことがあると思います。ということは、今この図にあるように、長い時間軸で見ればレンジになっていて、短い時間軸でトレンドになっているような場合は、短期のトレンドというのは長い時間軸で発生しているレンジの影響を受けやすいということなんです。なので、短期の時間軸でトレンドが発生していたとしても、こうしたレンジの上限下限近くになってくると反転しやすいということになります。ではここまでのお話を踏まえて、レンジ相場の時に重要な3つの視点というのをお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、外枠を抑えよう。局所的な上昇や下落の動きに注目する前に、まずレンジの外枠を抑えること。そして2つ目がレンジの中央ゾーンに注意せよ。レンジの真ん中付近というのはレンジの中にあってさらに揉み合いやすいという特徴があります。例えば先ほど確認したドル円の例なんですけども、青の平行線で示したレンジの中に赤い点線のラインを1本追加しています。これがレンジの真ん中を示すラインなんですけども、この赤い点線付近の動きっていうのを見ていただくと、例えばここなんかは揉み合っていますよね。それからこの右側の部分に関しても、このような揉み合いの様子っていうのが見て取れると思います。これについては動画の後半でもう一つ例を用意していますので、その時に補足していきたいと思います。それから3つ目が抜けを期待しないということ。レンジの中を上昇したり下降している動きはトレンドに見えてもトレンド相場と同じようには見ない。つまり次々と高値や安値を更新することを期待するのではなく、レンジの上限下限付近にまで来たら、ここからはレンジ相場の世界。一旦ここで折り返すかもという視点を持つこと。そうすると、このままレンジで抜けていけと、変に期待を持って逆行して損切りということも防ぎやすくなります。人間期待が大きいと、そうならなかった時の失望が大きくなります。なので、最上階まで到達したら、やれやれと、一旦降りて景色でも眺めるか、そういった具合にレンジになっている場合は、鼻から抜けを期待しないとメンタル的にも優しいです。ここまでレンジの特徴を押さえたところで、じゃあレンジになった時は、レンジの上限と下限と中央に注意してダウ理論を使えばいいんだな、と思う方もいると思います。ここでは2つの条件に分けて3つ対策をお話ししていきます。まず最初に大きな分岐点となる前提がありますので、そこから話していきますが、それがレンジを把握するということ。当然ですが、どこがレンジになっているのか知らなければ対策のしようがないですよね。で、特に重要なのはレンジの値幅です。なぜかというと、先ほどの時間軸の話を思い出していただきたいんですけれども、長い時間軸の中ではレンジでも、短い時間軸ではトレンドが発生することがあるということでしたよね。だから値幅が十分に広いレンジであれば、その中を走っているトレンドの動きをダウ理論的に見るのは OK。逆にそうじゃないとトレードする場所がなくなると思います。ただし条件があって、この場合もあくまでレンジの中にあるという意識は絶対に持っていないとダメ。これが最優先です。そうでないとレンジの外枠の存在を忘れてしまったり、中央付近の揉み合いリスクを忘れてしまう。結果的に不利なところでポジションを持ってしまうということになります。幅の広いレンジ相場の中をダウ理論的に見る場合でも、月まで向かうロケットに乗っている気分ではなく、エレベーターに乗っている気分で見ること。そのような考え方の切り分けが大切です。では一方で、値幅の狭いレンジの時にどうしたらいいのか。それが今回の動画のポイントなんですが、次の3つの対策になります。対策の1つ目が何もしないということ。対策と聞くと何か追加でやらなきゃいけないと思う方多いと思いますが、何もしないというのは立派な対策です。ただこれを聞くと、でもレンジの中からそのまま抜けていくこともありますよね。何もしないとチャンスを逃すんじゃないですか。そう思う方もいるかと思います。もちろんその通りです。実際、レンジの上限下限で折り返さずに、そのまま上や下に抜けていくことはあります。ただ、値幅が狭いレンジの中というのは、
上限と下限、真ん中の3つの注意ゾーンが近い。だからその中を無理してトレンド相場的にトレードしようとすると、良いリスクリワードが狙いにくい。仮に伸びてもすぐに反発するリスクがあるというデメリットがあります。リスクリワードというのは1回のトレードで被る可能性のある損失と利益の値幅の比率のことです。これが高ければ高いほど、たとえ勝率が 50% に満たなくても利益が出るというのがトレードの仕組みです。リスクリワードについてはこちらの動画で詳しく解説していますので、この動画と合わせて確認してみてください。これらの2つの点についてイメージが湧きやすいようにこちらの図を使って解説していきたいと思います。ここまでレンジの中で注意すべき3つのゾーンとして上限、下限、中央の3つを解説してきました。このうちの上限下限についてはラインぴったりで見るというよりかはゾーンで見るということが大切です。というのも、レンジの上限下限から折り返す動きというのは、必ずしも上限下限のラインぴたりのところではなく、その少し手前のところや少し超えたところで反落し始めることも多いからです。例えば最初に取り上げたドル円の例、ここの上限からの反落は確かにラインぴたりから下落してきています。でもこの部分からの反発はレンジの下限まで少し距離があります。だからある程度遊びを持たせてゾーンで構えておくのが重要です。それから次がレンジの中央付近。先ほどもみ合いになりやすいという特徴をお話ししましたが、それはつまりレンジの真ん中付近まで価格が移動してくると流れが止まりやすいということです。なので値幅の狭いレンジ相場というのは上限と下限、真ん中付近と流れが止まりやすいところが近い場所に存在している。だから値幅を狙いにくい。結果として良いリスクリワードが期待しづらいということになります。再びこちらのドル円のチャートですけれども、例えばこのレンジの中で運よくここの安値のところでピンポイントで買いのエントリーができたとします。損切りは仮にレンジの下限の少し下あたりに置いたとしましょう。で、例えばこのレンジの真ん中付近まで狙ったとしても、リスクリワード1くらいしかないわけです。で、レンジの中央のところでここみたいに上に抜けていけば、その後もさらに値幅を取れますけれども、でもここで上に行くという保証はどこにもなくて、右側のここの部分みたいにレンジの中央のところから跳ね返ってくることだって考えられます。ですので、狭いレンジの中っていいリスクリワードが設計しづらいんですね。これが対策1、何もしないの背景なんですが、ここではさらに2つのタイプに分けて考えるといいです。まずはレンジを抜けていく動きを取るのが得意な方。もしそれが自分の得意パターンとして機能しているなら、無理に変える必要はありません。その得意なパターンを続けていくのは僕も賛成です。では一方で、そうではない人はどうしたらいいのか。レンジの中で振り回されてしまう方。レンジが苦手だと感じている方です。ここが今回の動画でお伝えしたいことなんですけれども、そういう方へ僕がお勧めしたいことはシンプルで、レンジを抜けた後のトレンドフォロー狙い一つのパターンに絞ってみること。レンジの中の細かい動きも取ろうとする。トレンドフォローもやる。レンジをブレイクしていく動きも先回りしたい。このようにあれもこれもと手を出すと、判断基準が増えて混乱しやすくなってしまうんですね。初心者の方はなおさらです。だったらまずは割り切る。レンジの中は何もしない。そしてレンジを抜けてからのトレンドフォローだけを狙う。一つに絞ることの利点は何かというと、そのパターンに習熟するスピードが速いということ。語学習得とか思い浮かべていただくといい例だと思うんですけれども、皆さん学校で英語を習ったと思います。アルファベットの読み方や発音から始まって、文法、単語、英語で文章を作成するとか、いろいろ勉強したと思うんですけれども、最初は知らないことばっかりで大変じゃないですか。文法とかも間違います。英語だけでも大変なのに、そこに中国語も同時に習いますとなったら皆さんどうですか？より早く習得できる気しますでしょうか？おそらくほとんどの人は習得が遅くなると思います。英語を使うときは英語のルールで、中国語を使うときは中国語のルールを使う。その両方にも不慣れだと混乱してどっちつかずになります。でも英語一つに絞れば同じ文字を使って同じ文法、発音というルールを繰り返すから早く定着しますよね。このようにスキルを習得していく段階というのは一つに絞った方が習得が早いんです。それと同じでトレードで自分の武器となる得意パターンを持つためにはまず一つに絞ること。何も一生一つでやれということではなくて、まず一つ得意な型を身につける。そこから少しずつ引き出しを増やしていけばいいんです。で、さらにレンジを抜けてからのトレンドフォローを狙うのにはもう一つ大きなメリットがあります。それが抜けた後に押し目戻り目を作ってから動き出す動きが一番伸びやすいということです。そこで2つ目、3つ目の対策が重要になります。続いて対策の2つ目がレンジをブレイクするのを待つということ。レンジの上限または下限を抜けていくことをブレイクと言います。狭いレンジに出くわしたときは何もしないでレンジをブレイクするのを待つ。
ブレイクの見極め方については、この後のチャート解説で例を見ていきますが、ここで詳しくお話しするとかなり長くなりますので、こちらの動画で解説しています。ブレイクの判断に自信がないなという方は合わせて視聴してみてください。では対策の3つ目。レンジをブレイクしてからのトレンドフォローを狙うということですが、なぜこれが一番伸びやすいのかという話をしていきます。レンジというのは買い手と売り手が拮抗している相場です。ここではレンジの中を売買している人の投資家心理に着目してみましょう。皆さんも買い手か売り手になったつもりで見てみてください。レンジの中を買っている人というのは、レンジの下限付近に損切りを置いていることが考えられます。皆さんも例えばこういう場面で買いを狙うとなったら、おそらくそのあたりに損切りを置きますよね。一方で、レンジの中で売っている人たちの損切りはというと、このレンジの上限の上側近くに置いてあることが考えられます。ですので、例えばレンジを上にブレイクすると、レンジの中で売っていた人たちは損切りになるか含み損になりますよね。で、そのように含み損になった人たちの心理はどうなっているかというと、当然手仕舞いを考えるわけです。で、もし売り手勢が手仕舞いをするのであれば、できるだけ安い価格で手仕舞った方が損失が少なくなりますよね。なので、このように価格が再び下がってくると、そうした含み損になっている売り手勢の決済が入り始めます。売り手の決済ですから買い注文、つまり上昇圧力です。ということで、このように下がってきたところでは反発が入りやすくなります。一方で、レンジ相場だということで、状況を静観していた人たちの中には、レンジを上にブレイクしたということで、レンジ相場が終了した、これからトレンドが始まるかもしれないと期待して、このように下がってきたところから徐々に買い手として参入し始めます。新規の買い注文ですから、やはり上昇圧力。ということで、レンジをブレイクした後、下がってきたところというのは、こうした売り手の決済と新規の買い手が入りやすくなるので、大きく伸びやすいという特徴があるんです。じゃあそれ具体的にどうやるのというと、ここでまたダウ理論を取り出せばいいんです。ではここからは実際のチャートの例を見ていきましょう。では今度は短期の時間軸でも長期の時間軸でも考え方は同じですということを確認するために、長い時間軸でのチャートの例を見ていきたいと思います。今表示しているチャートはゴードレーンの日足です。2025年1月付近のデータを表示しています。今チャートに赤の平行線で囲ったレンジ相場になっていることがわかります。この高値とこの安値の間のレンジですね。で、これも一旦レンジの中の様子を買い足である4時間足に切り替えて見ていきたいと思いますが、まずレンジ内の上下運動の様子を見ていくと、例えばこの部分は高値安値切り上げの下降トレンドになっています。その右隣ですね、ここの部分は高値安値切り上げの上昇トレンドになっています。それからレンジの中央部分なんですが、この赤の点線を引いたところを見ていただくと、例えばこういうところとか、このあたり、それからここの部分、それからこのあたりと、もみ合いになっていることがわかると思います。では先ほど対策2で確認した通り、まずはこのレンジのブレイクを確認していきたいと思います。はい、今このようにレンジの加減をブレイクしてきました。そしてレンジの加減のブレイクと同時に高値安値切り下げの動きが出ています。どのような動きかというと、こういう動きですね。ではレンジをブレイクした後に戻しを形成しているここの部分を4時間足で見ていきます。4時間足で見ると、このような高値安値切り上げの流れが出ていることがわかります。で、ここでダウ理論を持ち出すんです。なぜかというと、先ほどレンジを下に抜けてレンジの外側に出てきたわけですから、これからトレンドが始まっていくかもしれない状況に変わっています。ではこの後の予想を見ていきましょう。今この安値を下に割ってきたわけですが、それによって今高値はこのように切り下がり、安値も切り下げたことになります。この部分で高値安値切り上げの流れが出ていたのが、今は高値安値切り下げに転換してきた。4時間足のトレンドが転換したということで、例えばこういうところから入っていく。では後続の動きを見ていきましょう。今回は下落継続となりましたので、レンジをブレイクしてそこから戻しを形成してから下降トレンドが発生する動きとなっています。先ほどの図解とは上下反対ですが、この部分の動きですね。はい、ということでここまでレンジの中の高値安値切り上げ切り下げと、レンジを抜けてからの高値安値切り上げ切り下げの挙動の違いの例を見ていただきましたけれども、ダウ理論というツールも使う場所が違うと結果は大きく変わってしまうということが分かっていただけたかと思います。包丁って野菜を切るには最高の道具ですよね。でもあれで缶を開けようとしたらうまくいかないどころか危ない。下手したら怪我します。でも包丁が悪いんじゃなくて使う場所が違うだけです。どんなツールも使う環境が違うと得られる結果は変わってくる。相場で言えば今どのような相場状況になっているのか、環境認識が大切だということですね。もしレンジ相場に出くわしたらどうするか。レンジが苦手だ、いつも振り回されるっていう方は、鼻からレンジの中は捨てでいい。一切触らないようにしてブレークから一番伸びるところを一級入魂で狙うトレードをすればいいんです。
で、何はともあれ、まずはレンジをしっかりと見極めることが第一ステップですので、レンジの見極めが苦手だという方は、概要欄にレンジの見極め方の動画も載せていますので、合わせて確認してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。